どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、CO2 添加はしていますか？水草水素をする上では欠かせない CO2 添加ですが、大事な割には導入するまでの心理的ハードルが一番高い気がしてます。よく質問でも CO2 添加なしでできる水草ありますかって聞かれるんで、それだけ添加するのをためらってる方が多いんでしょうね。確かに CO2 は初期費用もかかりますし、導入するのに尻込みしちゃいます。でも添加するのとしないのとでは天と地ほどの難易度の差が生まれるので、水草水素を楽しみたいと思っているのであれば、個人的には絶対外せないものです。そんな CO2 添加、アクアリウムではいろいろな添加方法があります。一番気軽なのは小型ボンベを使用した CO2 添加ですが、メリットは場所を取らないことくらいで、他は正直微妙です。取り付けに失敗したら、1個500円から1000円するボンベが一瞬にしてパー&手が凍傷になり、圧力が低いため分岐させると添加量が安定しないし、分岐しなくてもすぐに圧力が落ちて手動で添加量を調整する必要があり、使い終わったボンベは捨てることができないため、回収してもらえるアクアショップを探す羽目になります。まあ散々ネガティブなことを言っていますが、それでもある程度のシェアを誇っているということは事実で、自分も最初は小型ボンベから入りました。やはりいろいろなデメリットを打ち消すのにあまりあるその小型さは、日本の住宅事情を考えると大きなアドバンテージになります。ただ、水草水槽にのめり込めばのめり込むほど水槽は増え、最終的には小型ボンベでは追いつかなくなってしまうんです。そこで自分が選択したのは、化学式 CO2 添加装置、通称シルボンです。重曹とクエン酸の補充さえマスターすれば、小型ボンベと同じくらいの初期費用で何倍も安いランニングコストで CO2 添加をすることができる優れもの。よく重曹とクエン酸の補充がめんどくさいとか苦手っていう方がいますが、個人的には小型ボンベを取り外すときと取り付けるときのあのドキドキを経験するくらいだったら、喜んで10回くらいシルボンに補充します。正直ここに関してはただの苦手意識なのであれなんですが、まあ言いたいのは小型ボンベの補充もシルボンの補充も同じくらい面倒だってことです。そういった状況を鑑みて、自分はシルボンの方が向いていると考えていたわけなんですが、最近いろいろ悩むことがあります。特に一番の悩みは、水槽が増えすぎてシルボンじゃ追いつかなくなっていることです。自分のうちには16個を超える水槽があり、それに個別でシルボンを使うのはさすがに限界を感じてきました。スペース問題もそうですが、補充の回数や残量の確認など、日々の労力が次から次へとやってきます。一番だるいのは動画撮影中にモザイクをかけないといけないことです。それでもシルボンを使い続けてきたのにはいろいろ理由があるんですが、この度ついに私、黄昏アクア、シルボンを卒業します。まあ卒業とは言ってもいくつかは使い続けますが、メインでの添加方法を変えることにしました。前置きが長くなってしまいましたが、今回はそんな長年愛用し、周りにも推してきたシルボンとお別れして、新たな CO2 添加装置をセッティングしていきます。というわけで、今回導入する CO2 添加装置を紹介します。それがこちら、ミドボンです。価格は 5kg8294 円。こちらは言わずと知れた CO2 添加の最強装置です。基本的に水草水槽にはまりすぎた人間はここに行き着くわけですが、ようやく自分もそこにたどり着いたわけですね。それにしてもこの武骨なデザイン、なかなかのものです。ちなみになぜこのミドボンが最強添加装置なのかというと、単純に容量が化け物。5kg ってこのミドボンの総重量だと思う方もいると思うんですが、これ CO2 の重さなんです。なのでミドボン本体はえぐいくらい重いです。成人男性である自分でギリ片手で持てるくらいなので、
女性の場合は両手で抱えないと厳しいと思います。ちなみに CO2 が 5kg と言われてもピンとこないと思いますが、よくアクアリウムに使われる小型ボンベの容量が 74g です。単純計算、ミドボンは小型ボンベの 67.57 倍の容量があるということですね。そりゃガンガン CO2 添加する人はここに行き着くわけですよ。ただ、ミドボンを導入するにあたってはいろいろなハードルがあります。まずは入手経路。ネットではよく酒屋さんに直接交渉して購入しないといけないと書いてあったりします。中にはいろんな酒屋に交渉したけど断られまくって結局購入できない人もいたようです。直接購入のメリットは費用が安く済むことなんですが、コミュ障な自分は酒屋さんとアクアリウムに使うんですよとか談笑しつつミドボンを入手することなんてできません。断られた時のことを考えると、交渉する前から精神的ダメージを与えられます。そもそも酒屋さん近くにないですし。ただ、実はミドボンはネットでも購入することができるんです。詳しくはわかりませんが、ネット注文するとミドボンが送られてきて、そのまま使用できるみたいです。しかし、その分料金は割高で、返送するのも面倒。正直ミドボンの一番のメリットは補充しなくても長期間持って楽なこととランニングコストが安いことなので、返送の手間や切れた時に数日充填されたミドボンが届かないこと、料金が直接購入するより高いということもあってネットでの購入は除外されてました。そういった理由もあり手軽に購入できるけどミドボンのメリットが活かしづらいネット注文、最大限楽できて費用も抑えられるがコミュ力が試される直接購入という2つの選択肢に二の足を踏んでいたわけです。そして何よりこれ見た目がえげつなく悪いですよね。せっかく水槽をきれいにしててもこれが横にドンと置いてあったら台無しになります。中には水草水槽やってるんだぜって感じが出ていいっていう方もいるかもしれませんが、少なくとも自分は無理でした。通常であればキャビネット型の水槽台の中に器具を隠すのでそこに入れておけばいいんですが、あいにく自分の場合は水槽台の上下段に水槽を置いているので器具は全てむき出し状態。そんな感じで入手面の問題だけでなく設置面の問題もあったんです。それでもミドボンを導入したというのにはいろいろ理由があるわけですが、とりあえず設置面の問題は抜きにしてどうやって入手したのかを先にお話しします。聞いて驚くことなかれ、なんと車で行ける距離のスーパーにミドボンが普通に売っててそこで入手したんです。酒屋のように直接交渉なんて必要はなく、店頭に置いてあるミドボンをそのままレジに持っていき会計をするだけで済みました。こんな最高なところがあるなんて知らなかったので、見つけた時はマジで感動しましたね。ちなみに気づいたのは視聴者さんのコメントのおかげです。ありがとうございます。車でちょっと行けばそのスーパーにたどり着くので返す時も楽ちんです。切れたらその日にボンベを持っていき、充填されたボンベを再購入するだけなので CO2 添加を途切れさせることもありません。ちなみに交換方法なんですが、充填してもらうというよりは再度購入する形になります。なので空のボンベを持っていく以外は最初に購入した時と変わりありません。ただ1点違うのは空のボンベを返すと5500円が戻ってくるというところです。これはいわゆるレンタル料のようなもので、本体を貸し出すのに CO2 代と別に5500円を支払うという形になっているんです。なので最初は8294円払わないといけないんですが、それ以降は純粋に CO2 の充填代金である2794円で済みます。これマジで最高ですよね。チャームで売ってる小型ボンベが1本587円するみたいなので、単純計算小型ボンベ 4.76 本分の値段で 67.57 倍の CO2 が手に入るわけです。控えめに言って頭おかしい。というかそもそも小型ボンベってこんなに高かったですっけ？ここまで安ければお金を気にせず CO2 ガンガン添加できます。
もしミドボンでの CO2 添加をやめたとしても、最初に払った5500円は戻ってきますしね。ちなみに入手の問題に関してはクリアしたんですが、見た目問題はだいぶ力技でどうにかしてます。具体的には PC デスクの足元の奥に置いやって見えにくくしてるだけです。正直これが解決策なのかと言われれば、ただ置く場所を目立たないところにしただけで根本的な解決にはなっていません。そしてここに置いてあるということは、使用するのは隣にある2連水槽台の水槽のみです。肝心の壁側にある3連水槽台の9つの水槽はまだシルボンということですね。こちらに関しては壁側の隙間という隙間をぎっちり詰めており、しまいには収納扉の半分を封鎖してまで水上栽培スペースを設けているので、これ以上どこにも置くところがありません。そもそも置くところを確保したところで、この緑色のどでかいボンベを隠すことは不可能。できれば3連水槽台の方もミドボンにしたいので、こちらは追って考える必要がありそうです。というわけで、念願のミドボンがついに自分の家にも到着しました。ただこれだけだと CO2 の添加ができないので、使えるように周辺機器を購入してきました。尺の都合上、次回取り付けていきたいと思います。何やら怪しい包みで届いているんですが、中にはどんなものが入っているのでしょうか。あと、ミドボンの見た目に困っている方にも役立つかもしれない超低コスト&簡単な解決策も紹介していくので、乞うご期待。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。